ずっと住んでたお世話になった島の形がここにあるのが心の上に深いなと思って、もう日本の方が長いからハワイよりもう20年間以上日本にいます。もう永住者ですよ。Aloha GQ Japan, this is DefTech Shen. This is my tattoo tour. 今日は僕の人生とともに刻まれたタトゥーを紹介していきます。Let's go! Alright! ファーストタトゥー、ちょうど筆で日本語のクラスで練習してた愛、18歳の時に愛を入れました。背中に。人生の中で愛って一番背中にあるといいなっていう意味で、日本に関してのリスペクトでした。基本的に僕は入れる入れ墨って力強いっていうか意味があるものしか入れない。全部が意味があって、日本で音楽やりたいからこれを入れて、2番目の入れ墨かな。その時から音楽やりたいっていうか、もう肌に決めてこれがデフテック。そうツアー中とかだったんだよね。デフテックに関してのプライドっていうのもあって、あとぶっちゃけ外国人だから日本の中普通に歩いても気づかないんだよね。これ入れた後にすごくあれとなったんだよね。よくハワイで何の仕事をされてるんですかと聞かれると、あ、俺日本で音楽やってますって言うとすごい軽く聞こえちゃうんだよね。いやいや、日本で音楽やってますっていうのとちょっと違いますよね。でそこでビデオを見せて、おおすごいことやってんじゃんっつって、おかげさまですよ、いろんな人に日本にって言って、デフテックに関してプライド持ってますね。はい、音楽出す時に子供産んでるような気持ちがある。これもそういうもんだよね。もうずっと一緒に、その共通点かな。これ天才バカのロゴです。地に足つけ、頭雲抜け、進む前に前に前にって、結局こういう意味かみたいな。天国を地球に下ろすこと、その力でも意味があるなと思って、天才バカのロゴがあまりにもかっこよすぎて、ジェシーとマイクロと俺がもう体に入れたんですよ。あの時にデフのファーストアルバム出すタイミング。天才バカレコードがデフテックファーストアルバム出したレコード会社、ジェシーのおかげでデフテックネーミングももらったし、お父さんチャーさんの地下室でマイウェイ書いたりとか、ファーストアルバム結構そこにリリックとか書いてて、レコーディングデモ曲はやってて、場所でそのファミリー、その戸越のエネルギーがもう全て今までしてきたことがそこから生まれてきたんだよね。でこれがライズのシンボル、三度燃えっていうんだけど雷がついてますね。八幡神社っていうシンボルであり、だけど雷がついてて、一番印象的だったのがジェシーが右腕をカートゥーンに入れてもらったんだよね。その時に一緒に住んでたんだけど、超かっけえ、このシェーディング超繊細で、しかもフリースタイルでやってくれたんだ。やっぱそういうアーティストいるんだっつって、スキルが高いアーティストを会いたいですよね、こっち側に入れるため。だからこれが割とね、ドットと線が多いから、もうちょっとシェーディングとかフリースタイルの方がなんか瞬間的でエネルギーがいいんじゃないかなと思いつつ、このカンバス1回だけだからさ、もう信用できる人じゃないとダメだったよな。デフのツアーが終わって、最後の日に東京に帰ろうとしたら、直感でこのイメージとこの不動明のイメージが頭の中に思い込んで、偶必然で会ったハワイアンと近くに家でタトゥーやってて、予約取ったらもう無事に入れてくれて、東京に戻った時に友達からもらったハワイからの本パッと開いて、このシンボルが出てる。えっつって、これ地球って意味、寺っていう英語で、寺って日本語でみたいな、地球はお寺かみたいな、深いなと思って、でこれが不動明王で変な本パッと開いて、この意味がグラウンディング、地球のエネルギーと合体してエネルギー回して息吸って吐き出すと波動拳が出る。書いてあったのが、この技は悪いエネルギーを取っていいエネルギーを引き出すと書いてあって、まさかそれが不動明がやってることじゃんっつって、直感でなんだ魔女の技入れちゃったんだみたいな、意味わかんねえこれっつってこの2つの入れ墨はすごい印象的ですね。4月
ロサンゼルスでデフライジングミュージックジャパンフェス出てたんだけど、行く前にこのシェーディングを入れましたね。でちょっと失敗したのが、入れた後に飛行機乗らない方がいいと気づいた。なぜかというと超乾く、かさぶたがすごかった。それとともにその後に太陽を浴びて、それもやっちゃダメって言うし帰りにハワイに寄って海入ったし、その塩もなかなかここ治らないねってけど、いまだに硬い部分がある。ただのシェーディングだったんだけど、このシェードが一番最初。ここがフラワーオブライフ、これが朝柄、これが鱗、ドラゴンのスケール、だから自分を守ってること。あとフラワーオブライフが Sacred Geometry、 神聖なジオメトリー、自然の中の形、 DNA まで同じ形してるらしい。サマソニデフが出てたのが、ね、ビーチステージで、その後にポストマローンがヘッドライナーでスタジアムで見てて、ポスティってすごい入れ墨入れてるからさ、マイクロとなんか外側で見ててさ、いやすげえな、入れ墨増えたねっつって、いやポストマローンこれぐらいいってるんなら俺らもっといけるよねとか、ポロッとマイクロ耳に入ってきて、おおいいじゃんとか言うんなら俺やるよ。そしたらもうし始めた。どんどん増えた。オーズワルド、ここにある無限の竜がいるんだけど、同じタトゥアーがやってくれたんですよ。沖縄と東京に行ってるアーティストですね、まさし。日本の沖縄も入ってる。まさしが日本の地図をドラゴンにデザインしてくれて、ハワイにもある。本当にね、育ったところってすごく大事だから、ずっと住んでたお世話になった島の形がここにあるのが心の上に深いなと思って、もう日本の方が長いから、ハワイよりもう20年間以上日本にいます。もう永住者ですよ。やっぱりなんか人間の体がもう地球の存在って一緒だっていうのもあるし、デフテックの曲があって All That's in the Universe 書いてる内容はそういうもんですね。若い政治家をいっぱい入れさせた方がいい、この国の形の中に。そしたらこのね、入れ墨なんてただの入れ墨ですよとか分かると思うので、国の中住んでる人たち、デモクラシーの中の人たちが力は持ってるから、全員が立ったらもうこのゲームが終わりだよっていう。タトゥーに関してのルール変えましょうよ。悪く見える？僕のタトゥーいかがでしたでしょうか？いろんなエピソードを話したんだけど、もうやっぱり入れ墨未だに大好きだし、ここからね増やそうとしていますが、いろんな変な話もしてたし、僕が変な人と思った方がいいと思う。That's my tattoo tour。デフテックのシェンでした。またお会いしましょう。Much aloha。Alright。